今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から19番目の宿場、府中宿を深掘り解説。解説役は、僕、やっち。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅スタート。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、静岡県静岡市葵区にある、静鉄、春日町駅。日本橋から19番目の宿場、府中宿巡りはここからスタート。一つ前の江尻宿からだと、入江岡駅から約18分。春日町駅を出たら、右に U ターンする方向に進むと、府中宿の江戸川、日本橋側の出入り口、江戸方見附跡がある。今通ってるこの道は、国道1号線。府中宿があったのは、静岡県静岡市葵区。だいたい地図の赤丸のあたりに府中宿があった。こっちが入江岡駅方面だから、春日町駅からは京都方面に進むことになる。ここで、東海道53次の宿場巡りのルールを紹介。日本橋から京都方面に向かいながら、宿場を巡る。見附、本陣、脇本陣、問屋場、考察場は見る。宿場間は公共交通機関を使って、そのルートがわかるような動画にする。ルールの詳しい説明は品川宿の動画にあるので、概要欄のリンクから見てください。春日町駅から江戸方見附跡までは、徒歩で約2分。駅から近いし、国道1号線をまっすぐ進むだけだから、府中宿の江戸方見附跡までは迷わずに行ける。最初に行くのは、江戸方見附跡。地図の青い線が旧東海道で、赤い点と赤い点の間に府中宿があった。江戸方見附跡は、地図の赤丸のところにある。府中宿の江戸川、日本橋側の出入り口、江戸方見附跡は、その場所を明確に示すものはないみたい。その代わり、江戸方見附があったあたりに解説がある。その解説によると、ここ、横田町に、駿府城の城下町に入るための東見附が置かれてたとのこと。旧東海道は今通ってきた国道1号線じゃなくて、この細い道。こっちが江戸、日本橋方面。旧東海道の京都方面は、春日町駅から来て、この交差点を右斜めに進んだ方向。国道1号線で分断されてるけど、旧東海道を通ってくると、この交差点を直進する形になる。府中宿の江戸方見附があったのは、この交差点の京都側、信号待ちしてる車の向こう側あたりに、江戸方見附があったんだと思う。令和7年、2025年6月時点で、江戸方見附跡はカット A と民家になってる。さっきの解説だと、東見附になってるけど、江戸方見附と同じ意味。東側の見附だから東見附で、江戸側の見附だから江戸方見附。このシリーズでは、江戸方見附で統一しようと思ってる。見附は、見張りの万兵を置いた軍事施設のことで、赤坂見附とかはその名残。宿場の出入り口にも見附が置かれてた。江戸方見附には、枡形と石垣が設けられてたとのこと。府中宿は駿府城の城下町でもあったから、しっかりとした見附があったんだと思う。東海道文献のベースを見ると、石垣の上に柵があって、駿府城の防衛目的もあった雰囲気を感じる。府中宿には、こんな感じで旧町名の石碑と解説がある。解説によると、下横田町は府中宿の東の入り口で、東境には見附があったとのこと。寸国雑誌によると、見附が設置されたのは元禄5年、1692年。それが、さっき見てきた江戸方見附跡のこと。このシリーズでは、見附は宿場の出入り口って意味で使ってるけど、解説にある見附は、軍事施設としての見附なんだと思う。編集中に思ったんだけど、江戸方見附跡周辺を歩道橋の上から撮影した方が良かった気がする。あの歩道橋の上からだと、国道1号線で分断されてる旧東海道がよくわかったかもしれませんね。
撮影計画をしっかりと立てないとダメだね。歩道橋があるのは事前に調べてる時から分かってたわけだし、次からは、もっとしっかりした撮影計画を立てることにする。横田町西交差点を渡った先に、芋寺町の石碑と解説がある。他にも石碑と解説があったけど、今回の動画では割愛することにした。この芋寺町の石碑と解説のすぐ近くに、府中宿天満町の解説がある。その近くの道しるべには、東見附まで 0.7km って書いてある。この場所から江戸、日本橋方面に700メートル行くと、ちょうどさっきの江戸型見附跡の場所あたりになる。解説には、東海道文献のベースと現在の地図もあるから、これを参考にしながら、府中宿巡りができる。こういう地図が全宿場にあったらいいんですけどね。そうなんだよね。府中宿は駿府定石もあるし、宿場関係にも力を入れてるってことなんだろうね。ただ、府中宿には罠があるから、府中宿巡りをするときは、すごく気をつけないといけない。罠ですか？どんな罠なのか、その罠に引っかかったかは、その場所に行った時に説明しようと思う。次は、下天満本陣跡、脇本陣跡。下天満本陣跡と脇本陣跡は、地図の赤丸のところにある。府中宿には、本陣と脇本陣が2軒ずつあったらしい。その1軒ずつがここ、下天満町にあった。石碑には下天満本陣って書いてあるけど、下本陣って呼ばれてたとのこと。下本陣は小倉家、下天満町の脇本陣は平尾家が務めてた。実は、この石碑と解説が府中宿の罠。どういうことですか？この石碑と解説があるのは、京都方面に向かって左側。普通に考えたら、こちら側に本陣と脇本陣があったように思える。でも、下本陣があったのは京都方面に向かって右側。つまり、道路の反対側に下本陣があった。ちょっと拡大。赤枠のところに本陣って書いてあって、青枠のところに脇本陣って書いてある。気づかずに撮影してきたから、はっきり見える映像がないのが残念なところ。ということは、罠に引っかかったということですか？そういうこと。府中宿、天満町界隈って書いてある解説は、なぜか車道側から見えるようになってる。徒歩だとカメラのズーム機能で読まないと危険。令和7年、2025年6月時点で、下天満町の脇本陣跡は、カフェ、ジェミニーズになってる。下本陣は脇本陣より少し江戸川、日本橋側だから、おそらく赤丸のビルのあたりにあったんだと思う。令和7年、2025年6月時点で、下本陣跡はおそらく NT ビルになってる。ちなみに、下天満本陣跡と脇本陣跡の石碑は、左側の青丸のところにある。本陣は、大名などが泊まる宿のこと。脇本陣の脇は、予備のことで、本陣が使えない時に、脇本陣が使われてた。この動画を見て府中宿巡りをする人は、罠を回避できるように気をつけながら巡ってほしいと思う。石碑とか解説がしっかりあるから、この場所にあったんだと早とちりしてしまいますよね。三島宿の時みたいに時間的に余裕があったら、罠のところだけ撮影しに行きたかった。でも、撮影しに行ったら、動画の公開がかなり遅れそうだから、今ある映像だけでなんとかすることにした。楽しみにしててくれた人には、本当に申し訳ない。駿府城関連の動画を撮影することがあったら、ついでに撮影して補足動画にしてもいいかもしれませんね。そうだね。次は、上天満本陣跡、脇本陣跡、関目改め所跡、問屋跡。上天満本陣跡、脇本陣跡、関目改め所跡、問屋跡は、地図の赤丸のところにある。次の場所の石碑と解説は、京都方面に向かって右側にある。でも、東海道文献のベースを見ると、全部が右側にあったわけじゃない。東海道文献のベースによると、京都方面に向かって右側にあったのは、上天満本陣、関目改め所、問屋場。脇本陣は京都方面に向かって左側にあった。ここの解説を見ると、問屋場は脇本陣の東隣にあったらしい。
問屋場は京都方面に向かって右側だから、上天満町の脇本陣も右側にあったことになる。ちなみに、石碑には上天満本陣跡って書いてあるけど、上天満町の本陣は、上本陣って呼ばれてたみたい。上本陣は望月家、上天満町の脇本陣は松崎家が務めてた。この地図を見ると、赤丸の脇本陣は、京都方面に向かって左側にある。でも、左上の幕末頃の駿府天満町の町割りだと、脇本陣は京都方面に向かって右側になってる。見えにくいけど、青枠が脇本陣で、赤枠が本陣。東海道文献のベーズの完成は文化3年、1806年で、この町割りは幕末頃のもの。幕末は黒船来航の嘉永6年、1853年から、戊辰戦争の慶応4年、1868年までを指すのが一般的らしい。東海道文献のベースが作られてから幕末までの間に、脇本陣が移転、または、変更になったということなのかもしれない。ちなみに、問屋場と関目改め所は、脇本陣の東側、右側で、矢印のところ。令和7年、2025年6月時点で、上天満町本陣跡、脇本陣跡、関目改め所跡、問屋場跡は、メガネ市場と周辺のビルになってる。幕末頃の町割りによると、京都側、左側から、上天満町本陣跡、脇本陣跡、問屋場跡と関目改め所跡という順番。上天満町本陣と脇本陣の間には2軒立ってて、問屋場と関目改め所は同じ場所になってる。東海道文献のベースによると、脇本陣があったのはその向かい。おそらく赤丸のあたり。令和7年、2025年6月時点で、上天満町の脇本陣跡は、りそな銀行が入ってるハイツ天満町になってる。問屋場は、大名などの荷物運搬、幕府公用の書状等の通信、大名行列の宿泊の手配などを担ってた。関目改め所は、重量を検査するところ、運ぶ荷物の重量規定があったけど、それを違反する人がいるから、聖徳2年、1712年に、関目改め所が設けられたらしい。旧東海道だと、品川宿、府中宿、草津宿にだけ関目改め所が設けられてたとのこと。品川宿の関目改め所跡は以前の動画で紹介してるから、このシリーズだとあとは草津宿だけってことになる。関目改め所は他の街道にも設置されてたんですか？他の街道にもあったみたいで、旧中山道だと板橋宿と、瀬場宿にあったらしい。ちなみに、これが品川宿の関目改め所跡。どちらもその後を示すものがあるだけで、当時の様子がわかるものがないのが残念なところ。品川宿も問屋場と同じ場所だから、問屋場と関目改め所は同じ場所にあったものなのかもしれない。府中宿周辺は、昭和15年、1940年の静岡大火、昭和20年、1945年の静岡空襲で市街地が被災してるとのこと。建物だけでなく、資料も多く消失してしまったらしい。大火と空襲がなかったら、もう少し宿場町の雰囲気が残っていたかもしれませんね。これだけ町が発展してたら、そのまま残るのは難しいだろうけど、また違った感じで宿場の雰囲気を感じられたかもね。こっちが江戸、日本橋方面。旧東海道は、この交差点を右方向、道なりに進む。府中宿には、江戸無血会場の素地を作ったとされる、西郷隆盛と山岡鉄舟の会見の地もあるみたい。宿場以外にも歴史があるところだから、歴史観光として色々見て回るのも面白い気がする。駿府城跡もありますしね。こういう旧町名の石碑と解説もあるから、なんとなく歩いてるだけでも、楽しめるかもしれない。駿府城の城下町は駿府96カ町と呼ばれてたらしく、その旧町名の石碑が町中に立ってるみたい。ただ、町名を数えると96町じゃなくて、55町らしい。一町が一課町だから、〇〇町に1丁目から3丁目まであったら、〇〇町には3課町あるってことになるっぽい。旧東海道はこの交差点を左に曲がるけど、曲がる前に一箇所だけ見ておきたいところがある。ここには、駿府城石垣の刻印入りの石がある。見る人が見れば、この刻印の意味がわかるのかもしれない。
刻印の意味がわかる石垣愛好家の人がいたら、コメントで色々教えてくれると嬉しい。駿府城石垣の刻印入りの石も見たから、信号を渡って旧東海道を進む。この交差点は信号を2回渡る必要がある。こっちが旧東海道の京都方面。正面のビルの前に駿府城石垣の刻印入りの石がある。旧東海道の江戸、日本橋方面はこっちで、曲がったのは江川町交差点。令和7年、2025年6月時点で、静岡銀行を右手に進む方向が京都方面。しばらく進んだ先で、旧東海道は右に曲がる。右に曲がるのは、呉服町交差点。交差点名を目印にしてもいいし、歩道の矢印を目印にしてもいいと思う。ただ、京都方面に向かって右側の歩道の矢印は、江戸、日本橋方面を指してるから、注意が必要。呉服町交差点を右に曲がってしばらく行くと、呉服町の改札がある。そこには、東海道文献のベースもあるから、府中宿のどの辺にいるのかがわかりやすくなってると思う。徳川家康の呉服所があったことが、呉服町の町名の由来と言われてるとのこと。呉服所は、徳川家康の衣服などを用意する呉服屋のことらしい。ここから少し進んだ先で、旧東海道は左に曲がる。歩道に矢印もあるから、間違えることはないと思う。次は、考察バート。考察バートは、地図の赤丸のところにある。この交差点を左に曲がった先に、札の辻跡の石碑と解説がある。辻は十字路のことで、札、考察が掲げられた辻だから、札の辻らしい。ということは、ここが考察バートですか？考察バートは、札の辻跡の石碑があるところじゃない。少し話は変わるけど、この辺の町名は札の辻町だったみたい。札の辻跡の石碑の隣に、札の辻町の石碑があって、その間に札の辻町の解説がある。昭和20年、1945年まで、札の辻町の町名があったとのこと。考察場があったのは、この交差点の向こう側、赤丸のあたり。当時もその先の道があって、その道は駿府城方面に伸びてた。令和7年、2025年6月時点で、考察バートは、当時と変わらず、駿府城跡方面に続く道になってる。考察場は、掟やハットを掲げておくところ。そんな考察場が駿府城方面に続く道の真ん中にあったのは、駿府城の防衛目的もあった気もするけど、どうなんだろう？攻め込む時に邪魔になるからということですよね？詳しいことを知ってる人がいたら、コメントで教えてくれると嬉しい。ちなみに、令和7年、2025年6月時点で、考察バートの先に進むと、静岡県庁がある。札の辻跡の石碑から少し進んだところに、復元された考察場がある。こんな感じで、考察場には掟やハットなどが掲げられてた。当時の考察場の大きさはわからないけど、
これより大きかったんじゃないかなと思う。神奈川宿の考察場も復元されていましたが、もっと大きなものになっていましたよね。そうだったよね。神奈川宿の考察場は、間口が約5メートル、高さが3.5メートル、奥行きが1.5メートルだったらしい。左上の神奈川宿の復元された考察場と比較すると、この考察場が小さいことがわかると思う。この先で、旧東海道は右に曲がることになる。曲がる場所を間違えないように事前に調べたり、歩道の矢印をよく見たりした方がいいと思う。七軒町交差点は直進。この交差点で旧東海道は右に曲がる。目印は、歩道の矢印と、この解説。道路の向かいには、旧町名、七軒町の石碑がある。これらを目印にして、この交差点を右に曲がる。交差点名がない交差点だから、注意が必要だと思う。こっちが江戸、日本橋方面。こっちが京都方面。梅谷町の解説がある交差点で、旧東海道は左に曲がる。ここの交差点も、交差点名がないから、歩道の矢印と、梅谷町の解説を目印にするといいと思う。こっちが江戸、日本橋方面。こっちが京都方面。府中宿は、旧東海道が何度か曲がってて分かりにくいけど、歩道に矢印があったりするから、それを頼りに進むことができる。それでも、事前に調べてからの方が安心して進めると思う。事前にしっかり調べてきても、曲がる場所通り過ぎてないよねって何度か心配になったし。別のものを通り過ぎて、戻ったりしてましたしね。あれは途中で気づいてよかった。ちなみに、通り過ぎたのは復元された考察場。ここから先は、京都側の出入り口、上方見附跡までまっすぐ進むだけ。この交差点から上方見附跡までは約 1.1km、徒歩で約15分の距離。今回は、その先の安倍川橋のところまで行くから、約 1.5km、徒歩で約21分の距離を歩くことになる。事前の調べで、上方見附跡の位置はほぼ特定してるけど、上方見附跡の前に、その先にある解説とかを見ることにする。ここを直進したかったけど、横断歩道がないから、道路の反対側から渡ることにする。さっきいたのが交差点の向こう側。この交差点を渡って、京都方面に向かって右側に、安倍川の川海所跡の解説がある。次は、安倍川の川海所跡。安倍川の川海所跡は、
地図の赤丸のところにある。ここから京都川に安倍川が流れてて、江戸時代はそこに橋を架けることが禁じられてた。他にも大井川などで橋を架けることが禁じられてて、そういう川で川越しの事務を行ってたのが川会所。安倍川の江戸川、日本橋川の川会所が、この場所にあったとのこと。令和7年、2025年6月時点で、川会所跡は静岡中央警察署、弥勒本通り交番になってる。川越に関しては、大井川のところに、大井川川越遺跡がある。宿場から少し離れてるからこのシリーズでは行かない予定だけど、機会があったら深掘りしたいと思ってる。川会所跡の少し先に、府中宿の上方見附跡を特定するために重要な場所がある。ここから江戸、日本橋方面に 0.2km 戻ると、府中宿がある。宿境までに京都も書いてある。この案内標識の近くに地図があって、それが一番重要なもの。地図の16番は、府中西見附跡になってる。16番の場所は、地図の赤丸のところ。地図の青丸のところが、さっき見た川会所跡。この地図によると、川会所跡から一つ江戸川、日本橋川の交差点が、府中西見附跡ということになる。上方見附跡を見に行く前に、安倍川を見に行こうと思う。この道の先に見えてるのが、安倍川に架かる安倍川橋。府中宿の名物といえば、安倍川餅。安倍川餅を命名したのは徳川家康らしい。安倍川餅の元祖とか、色々面白そうな話はあるけど、今回は時間の関係で通り過ぎることにする。江戸時代は、この安倍川には橋がかかってなくて、川を渡るのは大変だったと思う。今は江戸時代と川の様子も違ってるだろうけど、気軽に渡れる感じではないのがわかる。次は、上方見附跡。上方見附跡は、地図の赤丸のところにある。もう一度地図を確認してから、上方見附跡のところに行ってみる。11番が川会所跡で、16番が府中西見附跡。15番の考察場跡は、おそらく川考察だと思う。東海道文献のベースにも考察としか書かれてないけど、川の反対側には川会所の隣に川考察がある。国土地理院地図でも、上方見附跡を確認してみる。青い点のところがさっきの案内板があるところで、そこから約200メートルのところが赤い点の上方見附跡。ちなみに、川会所跡は緑の星のところ。川会所跡がある交差点から、旧東海道を江戸、日本橋方面に戻る。余談だけど、駿府城の駿府は、駿河の国の府中の短縮形らしい。府中は、三島宿で出てきた伊豆府中、御殿場の地名の謎で出てきた府中御殿の府中と同じ意味。府中は両帝国の成長所在地。この先の交差点が、川会所跡の一つ江戸川、日本橋川の交差点。この辺りに、府中宿の京都川の出入り口、上方見附があった。上方見附跡を江戸川、日本橋側から見てみる。さっき見た地図だと西見附跡ってなってるけど、上方見附跡と同じ意味。西側の見附だから西見附、上方、京都側の見附だから上方見附。このシリーズでは、上方見附跡で統一しようと思ってる。令和7年、2025年6月時点で、上方見附跡は新川薬局がある交差点になってる。府中宿の上方見附跡から、次の宿場、丸子宿に行くには、上方見附跡の交差点を京都方面に向かって右に曲がる。丸子宿って書いてあったりするけど、東海道文献のベースに合わせて、丸子宿にする。旧東海道を右に曲がって進むと大通りに出る。ここを右に曲がった先に、丸子宿方面に向かうバスのバス停がある。このバス停は本通り西町バス停。本通り西町バス停から、岡部栄養所方面のバスに乗って、長田西小学校入口バス停で下車。
本通り西町バス停から長田西小学校入口バス停までは約15分。長田西小学校入口バス停から徒歩で約5分のところに、次の宿場、丸子宿の江戸型見附跡がある。公共交通機関で宿場を巡る場合、丸子宿、岡部宿、藤枝宿をセットにした方がいいと思う。その3つの宿場から駅に行く場合、藤枝宿側の藤枝駅か、府中宿側の静岡駅、新静岡駅になる。もっとわかりやすく言うと、同じ路線のバスに乗って、丸子宿、岡部宿、藤枝宿を巡ることになる。それぞれを別の日に行くとしたら、同じところを何度か通らないといけないということですね。そういうこと。丸子宿に行って、静岡駅から帰るとしたら、次は静岡駅から丸子宿を通過して岡部宿に行くことになる。3つの宿場を巡るとしたら1日がかりになるから、府中宿までで1回終わりにして、別の日に3カ所行った方がいいと思う。ちなみに、安倍川橋の方まで行ってから丸子宿に行くなら、さっきの地図の近くにバス停がある。ここがその安倍川橋バス停。本当に近くですね。さっきの本通り西町バス停の次のバス停だから、どっちから乗っても問題ない。でも、丸子宿、岡部宿、藤枝宿をセットにして、新静岡駅か静岡駅からバスに乗った方がいいと思う。バス停名としては、新静岡バス停か、静岡駅前バス停。このシリーズでは、公共交通機関を使って連続で行くルートを紹介することにしてる。だから、府中宿から丸子宿へは、本通り西町バス停か、安倍川橋バス停ということになる。ということで、東海道53次の宿場巡りシリーズ、府中宿はこれで終わり。次の丸子宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。